こんにちは。今日は、ダイソーの平巻きテープ。これがね、今持ってる中でこんだけあるんですよね。で、こういうもうちょっとでなくなりそうなものとか、いろんな色があって、私はこの1、2、3、4色しか見つけられなかったですよね。なんか他にもあるのかな。なんかあるって言われてる方がいられて、探したんですけどなかった。気になりますよね。で、いつも白だったら白、ピンクだったらピンクみたいな合わせても2色だったんですけど、今回は全部混ぜたらどうなるんだろうと思って柄を見ながらちょっとやっていこうかなと思います。そこは簡単にペンを編んでいこうかなと思います。こういう風にだから大きく編むかちっちゃく編むかっていうのをまだ決めてないんですけど、雰囲気を見ながらちょっとやっていこうかなと思います。で、いつも通り輪の中に細編みを6やっていきます。で、今回も前のペットボトルホルダー作った時みたいに6号でやっていこうと思います。1、2、3、4、5、6でグッと引っ張って、で一番最初の細編みの頭、ここに針を入れて、私は巻き込みますね。ここで引き抜いて立ち上がり1つで、またそこもあんまり歪めたくないので裏表裏表で編んでいこうと思います。でこう裏返して、でここじゃなくてここから足目、ここじゃないかここだ、ここですね。こうやってね確認すると間違いないので、今入れたとこは引き抜きなんでね、こうやって見たときここから入れますね。私も未だにこうやってね何回も確認してやりますね。1、2って感じで、次も2つですね。1、2だって、いろんな色混ぜていくかもしれないんですけど、とりあえず10段までやっていこうと思います。で、また10段までのやり方は上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。で、やっていきます。こんな感じで、10段まで出てたんですけど、17段編んできました。っていうのも、青を2段編んで、1段白にして、黄色2段、白1段、赤2段みたいな感じで、この色のものは2段ずつ編んでます。で、また、青黄赤ってきてるんで、青黄赤でやってます。で、この間で全部1段だけ白を入れてますね。こんな感じでめっちゃ可愛いなと思って。この黄色がすごい気に入りました。結構落ち着いた黄色で、黄色を買うの迷ったぐらいちょっと黄色に抵抗があったんですけど、これはすごいいいなと思いました。だからね、これから結構買うかもしれないなと思って。すっごい編みやすいし、この平巻きテープで、ここだけね、この色にして、この表面は真っ白にしていこうかなと思ったんですよね。だからここで、どっちみち白1段編んで、ここで白入れて、で、こう巻き込みますよね。全部こういうあと3本のものをここで巻き込んでるので、全部こういう風に綺麗にかわからないですけど、私はこういう風にずっとやってるんですよね。立ち上がっていってます。で、
き抜いて立ち上がり1つ。それで1段ぐるっと増し目なしで一周やっていきます。レシピは一番最後に出していくんで、こんな感じでやっていきます。ちなみにこの黄色と青は結構ここで巻き込んできてるので、ギリギリでカットしようと思います。こんな感じで。ここで、赤はこのまま、巻き込んで、ここからってね、裏返してるから、こうやってずっと巻き込んでいきますよね。これで糸始末していこうかなと思います。最後までやってきました。そしたら、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて、立ち上がり1つ。で、今回も細編みでできる編み方をしていこうかなと思います。ここ根元を飛ばして、次のここに針を入れて、でここをすくんではなくて、この向こうをね、このまま刺しますよね。でここに細編みを2個します。1で、また2個目も同じところに切れますね。でまた1つ飛ばして、次の細編みのこう V ってなってる左側すくって、その奥2本かかってるのかな。でここを2回細編みします。こんな感じで。また1個飛ばして、次の細編みの左側で奥に刺します。そのまま奥に刺せる方はそのまましていただいたらいいんですけど、こんな感じで一回こうやってね、こっちを拾って向こうにやった方が取りやすいかなって思うんで、ここからはもうずっと白でしようかなと思います。さっき言いましたっけこんな感じでね、ずっとやっていきます。1個飛ばして、次の細編みの左側取って奥に刺す。で、これもね、全部細編みでできるからなんで、ぜひやってみてください。ずっと一緒やっていきます。こんな感じで最後まで編んできました。そしたら1、2残ってるんですよね。でも1個飛ばすので、次ここの一番最後の細編みの頭に引き抜いて、こう引っ張って後ろでこう2個しますね。2個細編みして、でここ引き抜きで、最初の細編みの頭はここ2個入ってるこっちの右側ですね。ここに針を置いて引き抜いて立ち上がり1つで、2段目もここに針を入れて、で後ろ側ここ針入れて2個細編みします。この繰り返しですね。で2個目の左側でこう細編みを2つ同じところにしていきます。これをね、だいぶ前にやって、それを上にリンクで貼っておくんですけど、そちらはこうボーダーにしたんですよね。ボーダーにしたらまた違う柄になって、それも楽しいので、よかったら見てみてください。でここ1、2個目でこう後ろに針を入れて細編み2つで1、2左側で後ろで、今回はもうずっと白ですね。こうやってずっとやっていきます。ちょっとここまででもう一つね、白があると思って最初始めたんですけど、勘違いしてて、ここまでになりました。でちなみにこれペンの編み方は、
ずっと来て17段目まで増やしましたね。で根元から増やし目15増やし目15で来て102やりました。で6号でやってて、で細編み1段してから柄編みしてます。でこの柄編みはお好みで段数変えてもらってって感じになりますね。はい、こんな感じで編んできました。で白がねなくなったから、もう一つ白があるわと思って編んでたんですよね。ここからついで編んでたんですよ。そしたらなんかね手触りが違うなと思って、そしたらネットで買った方のビニールテープ使ってて、だから1個しかなかったんですよね白。もう今の今まで気づかなかった。なので今回はまた途中になっちゃうんですけど、これ柄っていうね、柄の編み方っていう、動画にしておこうかなと思います。またね出来上がったらどこかで出来上がったものを紹介していこうかなって思います。多分ねファスナーつけたりとかそういうことですると思うんですけど、そういう時に紹介してどういう風にしたかっていうのも説明していこうかなと思います。こんな感じでね斜めになっていくんですよね。こういう風に多分細編みでできるので、色をねこう見たかったんですね。この黄色が初めてだったんで、黄色もどういう風に出るのかなと思ったら、結構ね私は結構好きな色でしたね。なんかねこの動画ではすっごいくっきりした黄色なんですけど、なんかね実際見ると結構優しい感じの黄色でした。すっごいこれは気に入りましたね。なんか100円に見えない感じ。この赤が全部好きですね私。これからも買うかなっていう感じですね。ネットでも買いつつこっちでも買いつつ、こんな感じでここはつけておいて、こういう風にね立ち上がりもしていくんですよ。面白いですよね。こんな感じでまだ途中になっちゃったんですけど、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。